はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら。リトープスということで、今日はリトープスの植え替えをしていこうかなと思います。3ヶ月前ぐらいだったかな。こちらの動画でせっかく丼をね、作ったんですけど、ここに植えられているリトープスってタイプが違うのが混在して植えられている状態なんですよね。で、リトープスって一般的に冬型の多肉植物っていう風に言われてます。夏に休眠して、で、涼しい時期、秋から春にかけて成長するっていうのが冬型です。もちろんものすごい寒い時期とかはね、成長止まっちゃったりとかするんですけど、そういう寒い時期の多肉植物っていうことで、この時期だんだん売られ始めているかなとは思います。なのであまり馴染みのない方とかも、この時期園芸店とかに行くと、ちょこちょこ多肉植物コーナーにこういうのが並び始める頃なはずなんですよ。で、冬型の多肉植物と夏型の多肉植物って生育期が違うので、夏型っていうのはやっぱり夏に水をあげますし、冬型っていうのは冬に水をあげます。あげる量とかの話はまた後でしますけれども、なのでこうやって同じところに冬と夏が一緒に植えられてしまっていると、水やりのタイミングが合わなかったりとかするので、今回は夏型と冬型をしっかり分けて植え付けてあげようと思います。僕もね、リトープスは冬型だっていう風に思ってたので、こんな感じのことをやっちゃったんですけどね。いろいろね、勉強し始めたら、やっぱり全然そういうものじゃなかったですね。で、今回これをばらすのと、新しくね、リトープスまた買ってきたんですよ。ちょっともう光が強くて見えづらいかもしれないんですけど、これはトップレッド系ですね。カラスモンタナってやつです。あと前からうちで育てているこのフィツム。これは清姫っていう品種です。で、また新しくこのフィツム買ったんですよ。これはね、品種名ついてないんですけど、わかんないです、種類は。ただね、これ、ちょっと思い入れがあって、僕このフィツム全く興味なかったんですけど、このフィツムに興味が出てきたきっかけになったこのフィツムです。もう何年も前にある方のブログでこれが出てたんですよ。で、その方も結局名前がわからない状態で買ってたみたいですけど、それがすごくかっこよくて、それでこのフィツムに興味を持ったんですね。なかなかこれが売ってなくて。で、今回お店に行ったらたまたま売ってたんで買ってしまいました。じゃあ一旦これを全部ばらして、夏型と冬型で分けてしまいます。せっかくリトープス丼にしたのにもったいないんですけどね。鉢のね、底から根も出てるんですよ。とりあえず出しちゃいます。根っこ張ったのかな、それなりに。根っこはこんな感じですね。悪くないんじゃないかなとは思います。紫理不尽なのか紫ふくらいなのかよくわかんないんですけど、似たような種類がいっぱいあるんでね、わからないですね。しょうがないです。これは多分ふくらい玉ですね。お気に入りです。これは多分菊小玉かな。これがね、何か今までずっとわかんなかったんですけど、もう調べるのに何時間もね、かかっちゃいました。記名原玉ってやつだと思います。どうやって調べたかっていうと、リトープス緑色で検索して調べたんですよ。で、そうしたらね、やっぱいろんな品種が出てくるんで、これ前に花咲いたんですけど、それが黄色の花だったんですね。なので、リトープス花黄色で調べてみたら、この記名原玉ってやつにぶつかって模様がほぼ一致したので、多分そうだと思います。これは南アフリカのカイモスっていうところのリトープスみたいで、そこは砂漠型の気候です。砂漠型っていうことは、夏はほとんど雨降らなくて、冬、寒い時期になると少量の雨が降る地域ですね。なのでこれは冬型のリトープスです。さっきね、お見せしていってたやつは、夏型かなっていう感じです。それも地域によって微妙に違ってたりとかするんですけど、はい、この頭の赤いやつですね。これもね、またいろんなタイプがあるみたいなんですけど、これはトップレッドっていう品種で、正確な学名はカラスモンタナってやつだと思います。で、カラスモンタナはカラスバークっていう地域、地域なのか山なのかちょっと僕もよくわかんないんですけど、そのカラスバーグってところに自生するリトープスらしいです。で、そこも砂漠気候なので、冬に雨が少量降る場所です。なのでさっきの
記名原玉と同じタイプですね。これはね、よくわかんないんですけど、なんなのかな、理不尽系なのかな。理不尽ってこっちの理不尽じゃないですよ。正直わかんないです。これ何か。で、見た感じ脱皮する気配がまだまだないので、一応夏型の方に入れようと思います。これも福来系かなとは思うんですけどね。なんか似たようなやつで眉型玉っていうのかな。読み方違うかもしれないんですけど、そんなのもあって、昨日実物見たんですけど、それとはまた違う感じなので、これも一応夏型に入れようかなとは思ってるんですけど、でも中にね、こう触ると子供がいるような気配もなくはないんですよね。眉型玉だったら冬タイプみたいなんですけど、微妙だな、どうかなこれ。いそうだな何言ってんだって思う方いるかもしれないんで、一応お話しすると、これ脱皮する植物なんですよ。で、この二欠になってる部分が、ちょうど脱皮してるのあるんですけど、こうパカッとお尻が割れて、で、新しい子供がこう出てくるんですね。これ脱皮してる最中です。なので、こう根元の部分触ったりとかすると、次の子供のこの頭の当たる感覚があるんですよ。こちらの方はね、もうちょっと様子を見てあげようかなと思います。これもカラスモンタナなんですけど、変なとこから子供出てきちゃってますね。ちょっとなんかもうジュレった感じになってきてるんで、これは取っちゃいます。で、新しく買ったのは、これはカラスモンタナなので、これは冬型の方ですね。で、この清姫が、種類としては、ミニマムっていう種類なんですよ、多分。で、これが自生しているところが、ラングズバークっていうところらしいんですけど、一応そこは砂漠気候みたいです。なので、冬に、少量の降雨があって、夏は乾燥しているっていう場所ですね。ただ先ほど紹介したリトープスの冬型とは違って、涼しい場所みたいです。我が家は温度管理できるほどね、設備整ってないので、とりあえず同じ冬型で植え込んでやろうかなと思います。で、この子に関しては本当にもうわからないんで、この子も一応冬型ゾーンに入れといて、で、次の脱皮の時期だとかを判断して、また来季植え替えたりとかするかもしれないですね。はい、こんな感じでとりあえず冬型と夏型で分けました。いい感じに数のバランスは取れたのかなと思います。で、新しく用意した鉢がこちらです。可愛いですよね、これ。これ、100均のダイソーさんの鉢ですね。いいデザインの鉢売ってますよね、ほんとね。ただ、難点は、鉢底穴がちっちゃいんですよ。器用な人はね、鉢底穴広げてやってもいいのかなとは思います。僕の場合、あんまりダバダバ水あげないので、とりあえずこれで育てられるんじゃないかなとは思います。鉢の中にまず用土を入れて、このぐらい。で、用土をちょっと寄せてやって、ここに置いてきます。置いたら、用土をパラパラっと引いて、別の子も置いてきます。植え方は人それぞれいろいろあるんでね、自分に合ったやり方でやってみてください。そもそも寄せ植え自体ね、あんまり良くないっていう人もいますからね。うちはちょっと場所の節約のために寄せ植えしちゃいますけど。はい、とりあえずこんな感じですね。ちょっと想像以上にね、量多かったですね。で、今、仮植えの状態なんですけど、今回僕イメージしているのが、土の表面は乾いているけれども、掘ったら奥の方がなんか湿ってるっていうような状態を再現してみたいなと思ってるんですよ。で、今これだけ株がたくさん詰まっているんで、株元蒸れやすいんですよね。なので、鉢のこの上から2センチぐらい、2センチ3センチぐらいのところには水はけのめちゃめちゃいい用土を入れて、で、今使ってるちょっと水を吸う用土。ちなみにこれは軽石、鹿沼、赤玉をミックスしてます。で、そういう少し水をね、持ってくれるような用土を、この鉢の下の方ですね。下の方に入れてやることで、土の表面が乾いてるっていう状態を再現しようと思います。で、使うのがおなじみの寒水砂ですね。これを化粧砂として、ちょっと厚めに巻いてやります。で、苗自体は深植えしないで、深いなと思ったらちょっと引っ張り出してやります。はい、こんな感じでできました。本当は最初から最後まで全部撮影したかったんですけど、
撮影しながらやるにはね、ちょっと難しいんですよ。なので、ちょっと飛ばしちゃいました。で、こんな感じですね。結構ね、密集してはいるんですけれども、株自体をちょっと引き抜いているので、株元はね、そんなに株同士が触れ合って密集するっていう感じにはね、微妙になってないですね。で、やっぱりリトープスって、いろんなね、写真とか見てもわかると思うんですけど、土からぴょこんって頭がちょこっと出てるのが可愛いんですよ。だから深く植えたくなるんですけど、深植えするとやっぱ腐りやすくなるんですよね。株元の通気が確保しづらくなるんで。もちろん化粧砂に粗い用土を使うとかして対策することとかできるんですけど、でも僕の家って室内で育ててるんですよ。で、室内だとやっぱどうしてもね、蒸れやすくなっちゃうんで、僕はこうやって株元は土の表面に出すような形で植え込んでます。これはこれでね、キノコが生えてるみたいになるので、可愛いっちゃ可愛いかなって僕は思うんですけどね。で、植え込んだ後はやっぱ土ぼこりみたいなのがかかっているので、これを霧吹きで洗い流すのと、あと葉っぱの間とかに石ころとか挟まってたらそういうのも取り除きます。結局それが傷口になって腐っちゃう原因になることもあるんでね。霧吹きは普通にこうやってね、表面のホコリを流すような形でかけてやります。シャワーとかで完全にかけ流したりとかすることもあるんですけど、やっぱ脱皮している最中のもいるんで。で、脱皮している最中の子に過剰に水あげちゃったりとかすると、二重脱皮とかね、二重脱皮って本来ワンシーズンに1回の脱皮なんですけど、連続して2回脱皮しちゃうとかね、そういうこともあるんで、そうすると株がちっちゃくなるんですよ。それの対策なんですけど、霧吹きでやるぐらいがちょうどいいかなとは思います。で、ここに今植えられてる子たちっていうのは冬型の子です。夏はほとんど雨が降らなくて、で、冬に少量の雨が降るっていう地域の植物。なので冬の間はね、多少水あげたりとかはするんですけど、僕はあんまりジャバジャバあげないで、鉢の下から水が滴り出てこない程度の水をあげようと思ってます。1週間以内に用土が完全にカラカラになるぐらいの水の量しかあげないつもりです。あとは夜間に霧吹きしてやるとかね。で、夏には雨が降らないっていうことではあるんですけど、寒暖差とかで霧がかかったりとかする可能性もあるんで、夏場は霧吹きはね、続けてあげようかなと思います。で、たまに軽くね、用土を湿らせる程度。その時の水の量っていうのは本当に水あげた後に2、3日で乾くぐらいのね、ちょろっとした水の量をあげて、で、ある程度しっかり光を当てて育てていくつもりです。で、この子たちは、夏型と思われる子ですね。なので多分、気温が上がり始める頃に脱皮するかなと思うんですよ。で、脱皮した後は、水はちゃんとあげておくっていう感じです。ただ、やっぱ水あげるにしても、これも先ほどの冬型の水やるのと同じで、水やりは1週間で乾くぐらいのちょろっとの水やり。あとは夜間の霧吹きで育てていくつもりです。あとはしっかり光に当てるっていうのが大事かなって思います。で、やっぱ調べてみると、失敗する原因って冬型っていう風に言われてるんで、夏場に完全断水して、で、日陰になるようなところに置いといたりとかすると、結局本来夏型のはずのものが水不足と光量不足になって、それで溶けちゃうっていうことが多いみたいなんですよ。葉っぱがね、実質2枚しかないんで、この2枚の葉っぱで次のシーズンまで光合成し続けないとダメだから、ね、他の植物みたいに次から次へと葉っぱ展開するわけじゃないんで、光合成できる量も限られますよね。だからやっぱり夏とかにしっかり光を当ててやるっていうのが大事になるんじゃないかなと思います。で、冬型の種類であっても、いろんな人のブログ見てみたら、結構休眠期の夏もしっかり光には当ててるみたいなので、夏型冬型関係なく光には当てるつもりです。僕もね、まだまだ研究中なのでね、これでうまく育つかはわかんないですけど、でも夏乗り切った子たちもいるんでね、うまく育ってくれるんじゃないかなとは思ってます。で、育て方についてはこれ、北海道の屋内での栽培の話になりますので、皆さん育てようと思うときはね、ちゃんと各々の環境でいろいろ調べてやってみてください。僕はね、光に当てるときも、LED ライトを至近距離で当てたりとかしてます。今後も育ててていろいろ気づくことがあったら、YouTube にアップしようと思いますので、
リトープスに興味があるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ今後もご覧になってみてください。はい、というわけで今日はこちらのリトープスと、あとこのフィスムですね。この子たちの植え替えをしてみました。これからの時期、ホームセンターとかでよく目にする機会はあるんじゃないかなと思います。冬ってやっぱ植物ね、ちょっと寂しい季節になっちゃうんですけど、多肉植物はね、寒い時期とかでも楽しめるのが多いので、興味がある方、ぜひお店を探してみてください。はい、というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。